私三井先生に一番最初出会ってですね、先生がやってらっしゃること、定先生がね講座やって三井さんがやってたわけですけど、非常に共鳴した最大の理由っていうのは、やっぱりその連続体を連続体として捉えるっていうところでして、でやっぱりそこの部分っていうのが、なんでこんなことを言うかって、私いわゆる音義説、平田篤胤でですね、研究してるんですけど、その音義っていうのは結局何であるのかって考えた時に、やっぱり宇宙から、言葉っていうのは降ってきてみたいな、そんな議論してるわけです。ちょっと割愛しますけど、でそれは結局だからまたその物事となってまたこう宇宙に戻っていくみたいな、こうなんかこう宇宙の循環みたいな、この宇宙のリサイクルみたいな、そんなものを考えたとすると、なんかそれをなんか断ち切るっていうことを今まで人類はやってきていて、それをもって科学ですと、それ以外は科学じゃありませんっていう、ちょっとなんか、実はそういう人文学のそっちの方で、国学って最終的にそれが言いたかったのかなってちょっと自分的には思ってたんですよ。でその時に三井先生と会って、数学的にこれ演算して、これいいねと思ったんですね。で和算とかおっしゃってたし、当時はこれいけるなみたいな感じで思ったんですけど、でも逆に言うとやっぱり僕は同時に先生ともねよく議論っていうかね、本気で議論するってぶっ飛ばされると何もないですのでちょっと議論してるんですけどちょっとね、やんわりと申し上げてたのは、この子則和算の議論っていうのは、だからそれがゆえにですね、やっぱりその日本だけ閉じてたらダメだと思うんですよね。これ最初からグローバルなんだよって言わないと、要するにその革命なので、だからここの部分をこう変えるっていうその、気合がないと、先生みたいにですねちょっとダメなんだろうなと思っていたんですよね。だからそういう意味で言うとやっぱりグローバルな発信っていうのは重要で、でもね天先生、三代先生も一生懸命やられてますけど、やっぱりそのどんどんグローバルに発信していくのって結構大変じゃないですか。我々としてもそこをお手伝いできればなとちょっと思ったところから関わってもう早いんですけどね、もうそんなに経っちゃったみたいな感じなんですけど、でそれでこの後お話しさせていただき、その田中さんがやってらっしゃるその人文学というか、そちらの人間教育っていうところの方面やられてますけど、我々としては東大の大学院と組んで物理学の方の実証研究ですよね。結局だから今申し上げたその連続体であるっていうところを、これを一番説明しやすいというか、これ子則和算でしか多分説明できないと思うので、結局そういう現象が確認される、宇宙と反宇宙ですけど、それが確認されて、それを説明するときに子則和算とその演算子の転換をしないと説明できないとなって初めて、これは有用だねと、そんなもんなんだね、ところでなんか他に使えないかねっていうところで、田中さんに転換がやってくるという感じのシナリオを考えてる。大体そんなそうです正しいですかね、それでね。やっぱり心理学って結構、その心理学自体の歴史もそうなんですけど、哲学とか数学とか、物理学とか、やっぱりいろんなところから道具借りてやってる学問で、今も進めてはいるんですけど、やっぱり科学としてちゃんと定式化していくときに、やっぱり物理学とか人工知能とかっていうもので先に道具がある程度やっぱりそうだよねってなったときに、それがじゃあ私たちの脳とか心でも同じことが言えるんじゃないかっていう中で扱えていけると思っています。で僕はなんかただ同時に申し上げているのは、いわゆるその、総務省の資料なんか見ても、AI 人工知能というのがありますと、で機械学習でその中の一部であって、でその中で深層学習があって生成があるんですよみたいな、生成 AI ですよみたいな。機械学習と講義での人工知能どう違うのか、例のダートマス会議のねAI の定義なんか出てくるんですけど、じゃあこの間何があるのっていうのを実はなんかみんな怖くて議論してないんですけど、結局なんか過去のデータの切って、この切った世界のこの中におけるそのデータをパターンマッチングするんだっていうことだけなんですよね。でその向こう側っていうのが結局実は重要なんだけど、みんな怖くて触れないよっていう。でもですね、その機械学習の世界も、それはそれで重要かなと個人的には思ってるんですよね。で人間ってやっぱり例えば二日酔いだとちょっともう翌日で語りからやめようみたいなね、気分が乗ってないからやめますみたいな、そういうのでも AI とはやらなくてですね、延々とやってくれるので、電気が走ってる限りにおいては、コードが合ってる限りにおいては、それはそれで、今言ってるその AI の競技の狭い意味での社会実装っていうのはそれはそれで重要なんじゃないかなと思ってるんですけど、ただそれだけでは人間は全て収まらないし、宇宙も反宇宙も含めて全部収まらないので、ここで子則和算に基づく新しい、人工知能もそうですし、あとそれに基づくロボティクスっていうのが出てこないと、
難しいんじゃないかなって、昨日実はね、先ほどちょっと申し上げたんですけど、講談社から最近出たマルチモーダルとロボット工学の最新のね知見に関する本を読んでたんですけど、やっぱりなんか足りねえなみたいなずっと思ってたんですけど、やっぱそこの部分なのかなってちょっと思ったんですよ。だから簡単にその情報を集めてきて、それを整理して正当するっていうところだけであっても、まだね人間結構サボってるとこあるんでやると思うんですけど、ある日ある時もうそれは限界来ると思うんで、今の勢いでなんか NVIDIA がすごい勢いで GPU 作ってわーってやってると、多分そうなっちゃうと思うんで、その先っていうことなのかなって思ってるんですよね。でそういう意味によっては四則和算じゃあ何なのかって話になると思うんですけど、まずどっから、ね、後で多分これね図を出してもらえると思うんですけど、四則っていうんですか、何算があるんですか？そうですね。四則和算は、切るっていう。切る。まず最初切る。で割るとは違う。割るとは違う。別に否定してるわけじゃなくて、ちょっと別の似てるんですけど違うケース。切る。で次に動かすっていうの。動かす。動産、動かすに3で動産。で次重ねるっていうのがあるんです。で重ねるで重ね算。それ4つ目が裏返す。裏返して中身を出すって裏算っていう。この4つから四則和算。これって、しれっとなんか田中さんが優しい顔で言うとね、そうなのかなってみんな思っちゃうんですけど、僕ねいまだに重ね算とね、あと裏算分かんないんですよ。でなんかよく水谷先生と話すと「いや裏算また分かっちゃいましたよ」みたいな、これは世の中のすごい熱く燃えてるんですけど、僕いまいちよく分かんなくて、これぜひね田中さんに説明してほしいなと思ってるんですけど、まず割るっていうのと、切るっていうのはどう違うんですか？割る、そうですね。例えばリンゴでよく説明するんですけど、1割にリンゴがありますと半分に割りましょうっていうと、1割には 0.5 です、あるいは2分の1ですとなった時に、そのなんか数式だけ見ると違和感ないんですけど、じゃあ例えば台所でリンゴ半分に割りましたっていうと、出てくるのは半分のリンゴが2つあるわけですよね。で道代先生は小学生の時にこの残りの半分どこ行ったんですか、先生に質問して、食べたかったんですよ単純にあれいつも思うんですけど、それ隠したんですよ先生って言いたかったですよね。すいません。でも先生はそういうもんだってでそこからずっと疑問がありまして、でも私たちのでも日常で半分に割るというか半分に分けたら半分が2つあると、じゃあ単純に半分が2つあるっていう状態を記述できるものを作ろうと。でそれはもう割り算じゃないので、単純に切るだけだから切り算として新しい演算子を作った。でこれが今度1切る2は 0.5 と 0.5 っていう、2つを並べるっていうことになるんです。でここで結構実は割り算とのだいぶ大きいギャップがすでにあって、そこだけ聞くとそうか、でも割り算で出てきた 0.5 と 0.5 のうちどっちかを取ってるはずなんですね。そうですね。左と右でもいいし、私とあなたでもいいし、どっちかだけ取ってどっちかが見えなくなってると。でまさに今日ずっとお話ししてた消えてる部分ってこの半分の 0.5 なで、それを消さずにちゃんと目の前に置いておきましょうっていうのが 0.5 足す 0.5 でもいいし 0.5 アンド 0.5 みたいな形で表すのがまず切り算。ですね、この話光代先生から初めて聞いた時、これ衝撃的に思ったのと同時に、ただこれちょっと直感的に分かんない人が人としてはいるんじゃないかなと思ったんですね。っていうのは私の場合、外国語を、ドイツ語専門にやってて、でそれ以外の言語も複数やったことあるんですけども、やっぱりその外国語を複数やってるとですね、よく、外務省の人間なんかでもよく話すんですけど、ある言語が表彰しているこの言語空間っていうのがあるんですけど、世界はもっと広くて、である別の言語はここを表彰していてこうで重なってるんだけど重なってない部分っていうのがあるわけですよ。だから可愛いって聞くと可愛い、でも英語じゃなくてドイツ語だとヒュップシュって言うんですけど、ヒュップシュっていうのはなんていうかシュッとしたという男性についても言うし、なんか違うんですよね。ニートリヒっていう表現もちょっとそれも違うしっていう、そういうのが直感的にやっぱ外国語を複数知ってると分かる。だから意味空間って全体のある中で表彰しているものは全て重なってないんだよっていう。でたまに意味がですね重なっちゃってて、でもそれを表現してるっていうのがあって、そういう言い方は英語で妊娠しているっていうのはプレグナンシーって言うんですけど、あれドイツ語でプレグナントっていう表現なんですね。プレグナントっていうのは一つの単語なんだけど複数意味が重なってるっていう表現なんですよ。
だからそういう僕はプレグナントっていう、あるいはプレーゲントっていう言うんですけど、そのプレーゲントそういう表現っていうのをどちらかというと言うんですね。それちょっともうちょっと細かく言ってみたいな時に、それプレグナントだからっていうことを言うんですよ。でそういうのを、ドイツ語で使ったことがあったので、その割り算っていうのは切り算と別の要素入ってんだよ、認識の問題入ってんだよって分かったんですけど、ちょっと直感的に分かんない人結構いるかもしれないですね。どうです？いろいろなところで講演とかされてると思うんですけど、皆さん分かりますこれ？私の場合はよく人間関係とか、いわゆる人間の認知の仕組みとかで、例を出して説明してるんですけど、ちょっと資料っていうかタギ図形がちょっと出していただいて、私たちっていろんな物事を認識するって、実はその瞬間に切ってるんです。ある、切り口って言い方もしますけど、何かを説明するとか、何かの意味を捉えたっていった瞬間にもうすでに切り立ちってると。で問題はある切り口っていうの、そのままですけど、別の切り口もあると。で特にそれが心理学でよく使われるそのタギ図形っていうのは、一種の錯視なんですけど、一つの見え方がしてしまうと別の見え方が消えてしまうんですね。でそれはフレームって呼んでもいいと思うんですけど、そういった一つでそれは実は切り出した上で割っちゃってるわけですね。別の見方っていうのがもう消えてしまってる。でそうではなくて切り算っていうのは切ってるっていう切り出してるっていうことを明示化するので、割って消してたものっていうのをいろいろもう一度ちゃんとつなぎ合わせるような感じになると。あくまでそういう形で切りましたっていうその人の意識も実はそこで計算されてるっていうのが、いわゆる客観的に物事を割ってるっていう数学と違うのは、その人がどう切ってるかっていう実は意識を計算してるっていうところがちょっと分かりづらく感じるというか、スタンスが変わってくるところなので。まさではこの視覚和算と、それに関連する研究というのは一番関心持っているバチカンだと聞いて脳はコンピューター、情報処理システムだっていう前提で扱われています。じゃあ情報処理システムのこの脳を動かしているものって何なんだ